為替についての質問です。現在156円くらい推移してますが、そろそろ為替介入来るのでしょうか、または FOMC に合わせて来るのでしょうか、そもそも介入来ると思いますか。金利が上がる予定なので、為替介入という形でなく、金利を上げるという形で円安を抑制するというのを日銀がやろうとしているという状況だと思いますと。ただ、もう織り込み済みなんですよね。要するにもう今月金利上がるよね、利上げだよねっていうのは、金融関係者ほとんどもう合意した上で値段形成されてるんですよ。なので、利上げが発表されたといって、突然めちゃくちゃ円高になるかっていうと、そんなに変わんないと思うんですよね。160円とか159円とかやりすぎだけど、言うても別にそんなになんかいきなり日本円に価値が生まれるわけじゃないよねっていうことだったりするので、なので、ひょっとしたら利上げをしたにもかかわらず、円安が止まらないという可能性もあると思うんですよ。ってなると、為替介入というのも判断としてはあるかもしれない。経済用語、日経新聞とかに出てくる、織り込み済み、材料出尽くしというワードがあるんですけど、これがどういう意味かというと、もう今月上げるよねってみんな分かってるから、もう上げる前提でみんな相場を作ってるという状態なんですよ。なので、もう上がるよねって分かってるわけだから、上がったらはいはい上がりましたねっていうので、もうそのために準備したりはしないっていう。サプライズとかで突然こう利率上がりましたとか下がりましたってなると、みんなバタバタと、これ売らなきゃとか、これ買わなきゃとかなるんですけど、もうだいぶ準備期間はあったので、なので、やるべきことはやってるよねってので、いつ上げるんですかみたいな感じでふわふわ見てるっていう。まあ、とはいえ、利上げしない可能性もあるので、一応こう利上げした後に動かそうかなって思ってる人たちっていうのもいるので、利上げしたやつは多少円高にはなるとは思うんですけど、そんなに大きくは動かないんじゃないかなというふうに言われてます。中国レーダー商社について見解お願いします。観光産業以外にも影響、不景気になるそうで心配です。すでに不景気になってるんですよね。レーダー商社関係なく、今年なかなか厳しいよねって言って、ツイッターでもちょっと触れたんですけど、2025年の7月から9月の国内生産でいくと、物価変動を除いた実質 GDP で 0.6% 減と。なので、1年間続くと、経済成長、GDP の成長がマイナス 2.3% になるっていうふうに報道されてるわけですよ。GDP って何ぞやっていうのは、日本国内でいろんな人たちが作ったものの額の総額なんですよ。例えばじゃあ、ラーメン屋さんが1杯1000円で年間1万杯売ってますと。で、そうすると売上としては1000万円じゃないですか。で、これが、じゃあ 5% 成長したってなると、去年1万杯でした。で、今年は1万500杯でした。ってなると、5% 成長したよねってなるんですよ。っていう形で、ちょっとずつ売れる量を増やしていくとかっていうので成長していくんですよね。利益を上げるだったりっていうので。で、逆に給料は上がってないけど、同じ時間で多くの量を作れるっていうパターンもあるんですよ。例えばじゃあ従業員さんで毎日毎日働いてラーメンを作るっていうのを1時間で10杯作ることができますと。で、これがいろいろ作業を効率化するとかで1時間に11杯作れるようになりました。これ別にラーメンの値段が上がったわけではないんですけど、ただ同じ時間で1杯多く作れるようになった。これも10杯から11杯になってるので 10% 増えたよねっていう形で、これも経済成長なんですよ。人っていうのは何らかが得意になって上手くなったりとか、効率よくなったりとか、量を売れるようになったりとかっていう形で毎年毎年働き続けることによって売れる量だったりコストが下がったりだったりとかっていう感じで利益が多くなるというので GDP という国全体で作り上げてた売上の全部足したやつで540兆600兆とかだっけっていう感じの数字だと思うんですけど、まあそういう感じで増えてきますよっていうのが、日本人は1年間働いてマイナス 2% になりそうです。なので、アメリカだと 2% くらいプラスになってて、だいたい先進国 2% プラスとか 1% プラスとかで、EU の中で発展途上国的なラトビアとかリトアニアとかエストニアとか、あそこらになると年間 4% 成長とか、あと一時期ね 8% 成長とかもあったっていう感じで、経済規模がある程度ちっちゃい国の方が伸びはドーンって上がるんですけど、なので先進国っていうのはそんな 2% ぐらいしか上がらないよねっていうなんですけど、日経平均株価いいのか分からないけど、これが結構難しいところで、株価は良いんですよ。正確に言うと、外国に物を売っている会社の株価は良いんですよ。ほとんど大企業なんだけど。で、これがなぜ外国に物を売っている会社の株価が良いのかというと、円が安いからなんですよね。円が安くなってるから、結果として外国人の人が日本の車を5万ドルで自動車を買いますと。で、これがアメリカ人にとっては円換算すると 10% 円が安くなってくると、これが4万5千ドルで買えるようになるんですよ。全く同じ車なんだけど安くなってんじゃん。これお得じゃねっていうので、
なので、円が安いおかげで、割と外国の人は、いろんなもの、日本のものを買いがちっていう。これが、インバウンドっていう形で、日本めっちゃ安いよねっていうので、外国の人が買いに来たり、食いに来たり、旅行に来たり来るっていうので、割と日本でも年間7兆円ぐらい観光産業で、GDP でいくとお金が動いてるって言われてるんですけど、GDP でいくともうちょっと高いか。収入としては7兆円で、さらに付帯する仕事とかもGDP だと入るので、外国人が食う飯の量とか、ホテルの宿泊料金だけじゃなくて、そこで働いている人の従業員の給料、いろんなお金が動く。円が安いので、車の台数が同じ台数だけ売れたとして、ドル換算でいくと、実は売り上げそんなに変わってないんですけど、ただ円換算すると円で増えて見えるよねっていう割と帳簿上の為替の問題になっていて、例えばテスラっていう車が高いですと。でも良い車ですと。なので、トヨタの車よりも高いけれども欲しいから買いますっていうのであれば、それは研究開発とか技術開発のおかげでいいものを作って売れてその分利益が高いよねなんですけど、同じものを作ってても安いから売れてるよねっていうのでいくと、会社だったら商品の価値というのは上がってないので、これでもう株価は上がってしまうんですよ。なぜなら円安だから利益が上がってるよねってもあるし、円安になってるということはドルベースで株を買う人たちに乗ってみると、何もしねえのに日本のいい会社の株価下がってるように見えるんですよ。1ドル100円の時代っていうのが株価1万円の会社がありましたと。で、株価1万円のままだけど1ドル150円になると、アメリカ人から見ると 50% 安くなるんですよ。1万円だから100ドルっていう値段がついていたものが、日本円では1万円のままなんだけど、ドルが高くなったおかげで、ドル換算した株価が50ドルになっちゃうんですよ。例えばトヨタがもともとじゃあ1ドル100円の時代に1株1万円でした。で、1ドル100円なので、トヨタの株をアメリカ人が買うときは100ドルで買えました。ところが円安で1ドル150円になりました。でも、日本円では株価は 1万円のままですと。で、この場合でいくと 50% なので、75ドルで買えるようになるんですよね、トヨタの株が。本来100ドル払わなきゃいけなかったものが、75ドルで買えるようになると。なので、何にもしないんですよ、トヨタはね。別に為替が下がっただけなんですよ。でもアメリカ人からとってみると、100ドルしたものが75ドルで買えるじゃん。超お買い得じゃん。っていう風になって、外国からバーゲンセール状態で買われてしまう。で、株価と GDP は、厳密には関係してるんですけど、ただ一応株価は GDP の計算には入ってないんですが、ただ株価が上がることによって、そこでお金持ちが人が増えて、で、お金持ちの人が物を売ったり買ったりするので、結果として株価が上がると GDP 自体増えますね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。